今週のテーマは平日を楽にする作り置きおかず。一気に春らしい穏やかな季節になってきました。皆様はお元気でお過ごしでしょうか。3月は年度末ということもあり、仕事が忙しくハードな1ヶ月でした。そんな忙しい毎日を助けてくれたのは、週末に作りだめした作り置きおかず。平日は冷蔵庫から出してチンするだけ、パパッと作れる美味しい作り置きおかずをご紹介します。このチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめています。ぜひ最後までご覧ください。一品目は炒めるだけ、彩り野菜のキーマカレー。大人から子供まで人気のあるカレーライス。キーマカレーは炒めるだけで簡単に作れるだけではなく、お野菜もたっぷり取れるので体に嬉しい栄養満点メニューです。キーマはヒンドゥー語でひき肉を表し、ひき肉を使ったカレー全般のことをキーマカレーと呼びます。まず玉ねぎと人参は皮を剥いてみじん切りにします。キーマカレーには玉ねぎをたっぷりと。玉ねぎは炒めてあげると甘くなるので、カレーに旨味をプラスしてコク深い味わいに仕上げてくれます。野菜を細かく刻んだキーマカレーは、お子様の野菜嫌い克服メニューにもぴったり。子供にとって野菜は嫌いな食べ物の代表選手ですが、大好きなカレーに細かく刻んだ野菜を入れてあげればパクパク食べてくれることも。ぜひ試してみてください。ピーマンとパプリカ、トマトも細かく刻んでおきます。フライパンに油を熱し、ニンニクと生姜を炒めます。香りが立ってきたら、ひき肉、玉ねぎ、人参、ピーマン、パプリカを加えます。ビタミンカラーで彩りがとっても綺麗です。お肉に火が通ってきたらトマトを加え、カレー粉大さじ2、トマトケチャップ大さじ3、ウスターソース大さじ1と1/2、水大さじ3、顆粒コンソメ小さじ2を加えて炒め合わせます。香りが立ってきたら塩コショウで味を整えて完成です。2品目はほっこり彩り。作り置きには煮物がおすすめ。煮物は出来たてよりも少し時間を置いてあげた方が味が染み込むので、週末に作り置きしておくと平日にとっても美味しい煮物が食べられます。レンコンと人参は皮を剥いて乱切りにします。人参は栄養が豊富な緑黄色野菜。免疫力アップに期待できるベータカロテンが含まれているので、疲れている人にもおすすめです。レンコンには食物繊維が多く含まれており、腸内環境を整えてくれる効果が。特に女性は便秘で悩んでいる人が多いと思うので、ぜひ取り入れてみてください。こんにゃくは食べやすい大きさにスプーンでちぎります。包丁で切るよりもスプーンでちぎってあげた方が断面が粗くなり、味が染み込みやすくなります。鶏肉は余分な油を取って一口大に切ります。今日は2枚分を使ってたっぷり作っていこうと思います。
鍋にごま油を熱し、鶏肉を炒めていきます。ごま油の香りで美味しい煮物に仕上がりますよ。お肉に焼き目がついたら、レンコン、人参、こんにゃくを加えて炒めます。水 150cc、 和風だしの素小さじ1/3、酒大さじ2、醤油大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2を加え、一煮立ちしたら落とし蓋をして15分から20分煮ます。美味しそうな煮物があっという間に完成です。3品目は厚揚げとひき肉のピリ辛炒め。厚揚げを使ったボリューム感のある一品は食べ盛りのお子様や若い男性に喜ばれるメニュー。コスパもいいので家計にも優しいのが嬉しいポイントです。厚揚げは食べやすい大きさに切ります。フライパンに油を熱し、豚ひき肉と厚揚げを炒めます。厚揚げは崩れにくいので調理もとっても簡単。食材に火が通ってきたら余分な油をキッチンペーパーで拭き取ります。油を拭き取ることでタレとの絡みを良くしてくれます。醤油大さじ2、酒大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ2、酢大さじ1、すりおろしにんにく1/2かけ分、豆板醤小さじ1、片栗粉大さじ1、水大さじ2を加えます。片栗粉を入れて混ぜておけばダマになる心配もなく簡単にとろみをつけることができます。ただ片栗粉は沈殿しやすいので調味料を加える直前に必ずしっかり混ぜてから加えてください。4品目はじゃがいもののり塩バター。息子が大好きなじゃがいもを使ったおかずを作ります。じゃがいもは皮を剥いて乱切りにします。じゃがいもの芽にはソラニンという毒素が含まれているのできちんと取り除いておきます。皮が緑色になっているものは要注意。食中毒になってしまうことがあるので気をつけてください。耐熱容器に入れ、水大さじ1を振り、ふわっとラップをして電子レンジ600ワット6分から7分加熱します。温めるときに少し水を振ってあげるとじゃがいもがパサつかずにしっとりと仕上がります。フライパンにバターを熱し、じゃがいもをこんがり焼き目がつくように炒めていきます。じゃがいもにはビタミン C がたっぷりなので老化予防や免疫力アップにもおすすめ。ビタミン C は加熱に弱いですが、じゃがいもに含まれるビタミン C はでんぷんに包まれているため加熱による損失は少なくしっかりとることができます。塩コショウ、青のりを振って全体を炒め合わせたら完成です。
5品目は鮭の竜田揚げ。外はカリッと、中はジューシー。我が家で鉄板の大人気メニュー、鮭の竜田揚げを作ります。鮭はキッチンペーパーで表面についた水分を拭き取ります。鮭は一口大に切ります。骨がついている場合は取り除いてください。ビニール袋に酒大さじ2、醤油大さじ1、すりおろしにんにく1かけ分、すりおろし生姜1かけ分を合わせ、鮭を入れて10分程度置いて味をなじませておきます。あとは片栗粉をまぶして揚げ焼きにするだけ。小さめのフライパンに底1センチから2センチくらいの油で揚げ焼きにしてあげれば、油の節約にもなりますし、後処理も楽にできますよ。カリッと香ばしく焼けた鮭は食欲をそそります。揚げた後は網付きバットに揚げて、しっかり油切りをしてあげましょう。サクッとした食感を楽しむことができます。時間のある週末に作り置きをしておけば、平日の晩ご飯はとっても楽ちんに。仕事から帰ってからチンするだけで食べられるので、心にも余裕が生まれました。子供との時間もしっかり確保できて、とても充実した1週間になりました。皆様もぜひ作り置きおかずで忙しい平日を笑顔で乗り切ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン励みになっています。いつも本当にありがとうございます。皆様の食卓に笑顔があふれますように。